2030年までに GDP の 30% をデジタル。1994年には35歳程度だった平均寿命が、2020。そうか。インド洋を挟んで向かい合っているのね。お手本にしたって、テックハブって何？わかりやすく説明して。皆様こんにちは、カズマサのチャンネルへようこそ。こんにちは。今日は東アフリカの内陸国、ルワンダに飛んでみよう。ルワンダって、昔大きな悲劇があった場所よね。そうなんだ。30年前、民族対立から大量虐殺が起きた。今日は、その後に起きた奇跡の復興と、現代ならではのテーマを取り上げる。最貧国の逆襲。楽しみよ。なんだか希望が持てそう。それじゃ、ゆっくりしていってね。ねえねえ、アフリカのルワンダって、すごい変化を遂げてるって聞いたんだけど、本当なの？ああ、ルワンダの変貌ぶりは本当に驚くべきものなんだぜ。21世紀に入ってからの発展は、世界でも特に注目されている事例なんだ。へえ、でも昔はすごく大変だったんでしょ？そうなんだ。1994年に大変悲惨な出来事があったんだ。ジェノサイドと呼ばれる民族浄化が起きて、わずか100日間で約80万人もの人々が犠牲になったんだぜ。そんなに多くの人が、映画にもなったし、多くのサイトでも紹介されているので、詳しくはそちらを見てくれ。アフリカの民族紛争については、エチオピアを取り上げたことがあるが、ルワンダの方が有名だろう。結果的に、国の経済も壊滅的な打撃を受けてしまった。具体的にどんな感じ？このグラフを見てくれ。ルワンダの1人当たり GDP 国内総生産だ。過去63年分がグラフになっている。1994年が一気に落ち込んでるね。1994年当時の GDP は、1人当たり190ドル程度まで落ち込んで、世界で最も貧しい国の一つになってしまったんだぜ。うわぁ、それはすごく大変な状況だったんだね。おそらく、人口の 80% が貧困線以下の生活を強いられることになったんだ。銀行なども次々と破綻して、金融システムもほとんど崩壊してしまった。農業とか工業はどうだったの？農業生産が半分程度に落ち込んだ。大落札の後、食べ物がない状態が続いた。工場の稼働率に至っては、戦前の 10% 以下になってしまったんだぜ。結果的に、平均寿命が35歳程度まで下がったという報告がある。35歳。平均寿命35歳の世界というのは、アフリカで時々登場する。物の考え方も、変わっていく。また、ほとんどの子供たちが、ジェノサイド中に暴力を目撃したとされているんだぜ。心の傷は計り知れない。そんな状況から、どうやって立ち直れたの？重要な転機となったのが、2000年のポール・カガメ大統領の就任なんだ。彼は明確なビジョンを持っていて、ルワンダをアフリカのシンガポールにすることを目指したんだぜ。シンガポール？どうしてシンガポールをお手本にしたの？シンガポールの初代首相、リー・クアンユーの開発モデルに強く共感したからなんだ。参考にしたところは多い。詳しくは口述するが、5つのポイントに注目だ。1、汚職への厳しい態度。2、人材育成への投資。3、技術とサービス産業への注力。4、効率的な政府運営。5、都市計画への重視だ。どれも大事だけど、一番に汚職退治をやっているのね。貧困問題を研究しているといつも思うが、立法、行政、司法がクリーンであるというのは、本当に大切だ。そして、教育と技術、サービス産業に力を入れている。進歩的だね。カガメ大統領は、シンガポールと同じように、小さな内陸国でも戦略的な計画と人材開発で反映できると確信していたんだぜ。その結果、どのくらい変わったの？数字で見てみよう。1994年から2024年までの変化を見ると、本当に驚くべき成長を遂げているんだ。まず、一人当たりの GDP は190ドルから1000ドル以上に増加している。2000年から2023年までの間、平均で年 7.2% も成長し続けているんだ。すごい。貧困率はどうなったの？貧困率も大きく改善された。1994年には 80% 近い人々が貧困線以下で生活していたのが、2024年には 38% まで減少したんだぜ。貧困線以下が 38%。まだまだ貧しい国だけど、最貧国からは脱出しているね。平均寿命はどうなったの？劇的な改善があったんだ。1994年には35歳程度だった平均寿命が、2024年には69歳まで伸びたんだぜ。教育面でも、小学校の就学率が1994年の 76% から2024年には 98% まで上昇したんだ。わあ、本当に大きな変化だね。短期間でよく伸びたと思うよ。
わずか30年足らずでここまで回復できたことは、世界的に見ても稀有な例だと言えるんだぜ。日本で言えば、終戦後の復興という感じかしら。その通り。ただ、破壊の原因が民族紛争だったこと、そして、現代ならではの工夫や悩みがある。そのあたりを詳しく見ていこう。ねえねえ、ルワンダの経済発展のための具体的な戦略って、どんなものがあったの？大きく分けてデジタル化インフラ整備ビジネス環境の改革の3つが柱になっている。順番に説明していくぜ。まずデジタル化について教えて。ルワンダは今やアフリカ随一のテックハブとして注目されているんだぜ。テックハブって何？わかりやすく説明して。ごめん。テクノロジー産業の中心地って意味なんだ。具体的に言うと、キガリイノベーションシティという20億ドル規模のプロジェクトを進めているんだぜ。へえ、それってどんなところなの？アメリカの有名大学、カーネギーメロン大学のアフリカ校が設置されている。デジタル経済で5万人の雇用を生み出すことを目指しているんだ。情報通信技術 ICT 輸出で、年間1億5000万ドルの収入を目標にしている。すごいね。でも、そんな先端的な技術を導入するのに、インターネットとか整ってるの？そこもしっかり整備されているんだ。国土の 95% で 4G 回線が使えて、7000キロ以上の光ファイバーケーブルが敷設されているんだぜ。ついでにドローンも早い。世界で初めて全国規模のドローン配送システムを衣料品の配送に導入したんだ。へえ、日本より進んでそう。教育面ではどうなの？2011年にカーネギーメロン大学のアフリカ校が設立されて、20カ国以上から300人を超える大学院生が学んでいるんだ。Google やマイクロソフト、IBM といった大手テック企業とも提携しているんだぜ。電子政府とかも始まってるの？そう、電子政府サービスも充実していて、人口の 89% が利用できるようになっているんだ。インフラ整備の面ではどうなの？道路とか空港とか。そこも急ピッチで進めているんだ。首都キガリは国連ハビタットからアフリカで最も清潔な都市に選ばれたんだぜ。2008年にはビニール袋の使用を禁止したり、13億ドルをかけて新しいブゲセラ国際空港を建設したりしているんだ。道路の整備は？ 14,000 キロの道路を新設または改修しているんだ。スマートカード決済に対応した全国バスシステムも導入している。電気自動車やバスも導入し始めているんだぜ。都市計画とかはあるの？キガリマスタープラン2050という長期計画がある。50億ドル規模のグリーンシティキガリプロジェクトも進行中なんだ。手頃な価格の住宅も3万1000戸の建設を目指しているそうだ。すごいね。じゃあ、最後のビジネス環境は？外国企業は進出しやすいの？驚いたよ。少し前の指標なんだが、世界銀行にビジネスのしやすさランキングというものがあった。ルワンダは、2004年の159位から2020年には38位まで上昇。アフリカでは2位になったんだぜ。すごい上昇じゃない？現在、このランキングは見直しをかけているんだが、急改善したことは確かだ。具体的に何が変わったの？例えば、企業登録にかかる時間が14日から6時間に短縮されたんだ。不動産登記も370日かかっていたのが7日で済むようになったんだぜ。外国企業を誘致するための政策はあるの？日本から見れば、少し反則のような手を打った。ルワンダに本社を置く企業には法人税を 0% にするという思い切った政策を実施しているんだ。外国企業による 100% 出資も認めていて、経済特区も設置しているんだぜ。すごいね。ところで、ワンストップサービスってあるの？日本だと役所をいろいろ回らないといけないんだけど。企業登録のためのワンストップセンターを設置して、手続きを徹底的に簡素化しているんだ。外国企業にとって、役所のたらい回しは頭が痛い。このあたりは、実にアグレッシブだ。すごいね。やっぱりポイントはビジョンなの？明確なビジョンと戦略的な実行力だね。着実に成果を上げている。特に、デジタル化とインフラ整備を同時に進めている点は、他のアフリカ諸国のモデルケースになっているんだ。もちろん、急激な改革は問題もつきものだ。そのあたりは最終章で説明するぜ。よろしくお願いします。日本も見習えるところがありそうだよね。そうだな。日本のデジタル化は先日動画にした。慎重でもあり、弱点でもある。アフリカのデジタル化にも注目していよう。ねえねえ、ルワンダはシンガポールをお手本にしたって言ってたけど、随分離れていない？確かにな。東南アジアと東アフリカ。インド洋を挟んで東と西だ。どちらも赤道に近い。そうか。インド洋を挟んで向かい合っているのね。お手本にしたっていうのは、具体的にどんなところが似てるの？
まず、リーダーシップのスタイルが似ているんだぜ。シンガポールのリー・クアンユーとルワンダのポール・カガメ、この二人のリーダーシップには共通点が多いんだ。どんな共通点があるの？ 5つ挙げてみるぜ。1、権威主義。2、実力主義。3、汚職ゼロ。4、短期人気より長期ビジョン。5、社会規律だぜ。どれも強烈な感じがするよ。特に権威主義って、ちょっと怖い感じがするけど。そうだな。両国とも開発と発展を最優先した、実践的権威主義を採用している。ただの独裁主義とは、何が違うの？重要なポイントだぜ。違いを3つほど挙げておこう。まず、経済成長を最優先にしていることだ。独裁国家で経済の悪化はよくあることだ。次にクリーンな政治。親族企業の徴用、つまりコネや縁故では、経済最優先にならない。ここで汚職より実力主義を発揮する。なるほど。統治するだけではなくて、経済力のアップを最優先にするのね。最後にイデオロギー色の弱さがある。言論統制や野党排除をするから批判も出る。しかしイデオロギー、政治思想や社会思想の押し付けはやらない。合理的というか実利的というか、短期の政治人気、ポピュリズムより、長期ビジョンを優先している。このあたりを見ても、統治者の弱点を熟知している。シンガポールとルワンダの政策に違いはないの？いや、あるんだ。どんなところ？大きな違いを2つ挙げておくぜ。まず、民族政策に違いがある。シンガポールは民族の調和を重視する。ルワンダは民族の区別自体をなくす政策をとっているんだぜ。どういうこと？わかりやすく説明して。シンガポールの民族融和はわかるよね。国内に様々な民族がいる。その多様性を容認しつつ管理も行う。なるほど。多様性を認めつつ、全体を管理するのね。そうなんだ。一方、ルワンダの場合は公式な場での民族識別を禁止した。公式な場では、民族の違いを出しちゃいけないの？そう。ここはシンガポールと真逆だね。そもそも民族の違いを出すな、識別するな、という考えだ。これには歴史が関係する。シンガポールは冷戦時代に発展した。ルワンダはジェノサイド後からのスタートだ。なるほど、民族多様性の時代にシンガポールは発展。ルワンダは民族対立を完全に断とうとしているのね。国内の民族紛争、そして内戦ほど恐ろしいものはない。多民族国家の政府は、それを防ぐのが重要な使命だ。両者はそこで手法が違う。二つ目の違いは何なの？資源基盤の違いだ。シンガポールは港をフル活用した。先日作ったグリーンランドの動画にも出てきた通りだ。そうだよね。中国人もシンガポールを南の玄関口、釧路を北の玄関口って言ってたよ。そうなんだ。釧路はこれからだが、シンガポールは間違いなく海の玄関口だ。一方、ルワンダは農業が基盤だ。そりゃそうだよ。海の国と内陸の国。全く違うよ。確かにね。ところが両国の経済戦略に共通点がある。ハブという考え方だ。またハブって言葉が出てきたよ。HUB ハブも色々な使われ方をするが、今回は集約と配信の中心部分と考えようか。シンガポールは地理的な利点を生かして、港湾サービスのハブになった。これを可能にしたのが、多国籍企業の誘致や、教育への投資だ。なるほど。ハブになるには、地理的要件だけじゃダメだものね。ルワンダはそれをどう真似したの？ルワンダは東アフリカの物流ハブを目指している。そこで、サービス産業と IT 分野に注力しているんだぜ。もちろん知識経済への投資も積極的に行っている。さらに基盤の農業も、高付加価値農業への移行を進めている。すごく知的だね。海と陸の違いはあっても、ハブになろうとしていることは共通している。ところで、ルワンダはシンガポールより後に改革している。だから、社会政策面でより徹底しているところがあるんだ。どういうこと？先に、民族の区別そのものを廃止したと言ったよね。ここに、ウムガンダという全国民参加の奉仕活動を義務付けている。ウムガンダって何？月に一度、国民が集まって地域の清掃や建設作業をする共同奉仕活動なんだ。これによって国民の一体感を育てているんだ。なるほど。奉仕活動の義務付けをやっているんだね。次に驚くのは女性の進出だ。なんと議会の 64% が女性議員なんだぜ。それってすごい数字じゃない？日本より進んでる。進んでいるどころじゃないね。日本は女性議員比率が2割弱。シンガポールで3割弱だ。全然違うね。ルワンダ議会はすごい比率だよ。男女格差については、かつて動画にした。どうも YouTube では不評なんだけどね。女性の政治参加はいつも賛否両論になるね。国の状況と男女格差。また取り上げてみよう。でもさ、これだけの急激な変化を、みんな受け入れられたの？
そこが難しいところなんだ。両国とも強力なリーダーシップで改革を進めた。当然、問題が発生する。特に民主主義や言論の自由だ。そうだよね。最後の章で、ルワンダが抱えているテーマについて取り上げてみよう。ねえねえ、ルワンダの今後の見通しはどうなってるの？まず、この塗り分け地図を見てくれ。ワールドバンクが発表している2023年の所得分類だ。緑が濃いほど高所得、赤が濃いほど低所得だ。ルワンダは、どうなっているの？細かくて恐縮だが、低所得国に分類されている。やっぱり、まだそこにいるんだね。30年前に最貧国だからね。まだまだ貧困はあるし、周辺国からの難民もいる。ただ、2024年から2030年にかけての予測があるんだ。どんな予測なの？ GDP 成長率が年間7-8% を維持すると予測されているんだ。2035年までには中所得国入りを目指しているんだぜ。なるほど。うまくいけば、10年後にアフリカの低所得国が一つ減るかもね。今の勢いを考えると可能性はある。周辺国の状況も重要なんだけどね。デジタル経済はどうなるの？2030年までに GDP の 30% をデジタル経済が占めるようになると予測されているんだ。観光収入も2024年までに8億ドルを目指しているんだぜ。そうか。デジタル経済を中心に、観光業も推進していくんだね。ルワンダといえば恐ろしいイメージもあると思うが、観光客の評判は悪くない。課題は何なの？政治については、第3章で話した実践的権威主義だ。報道の自由が制限されていたり、政治的な反対派の活動が制限されていたりする。また、将来の指導者をどうするかという後継者問題もまだ明確になっていないんだぜ。でも、実践的権威主義でここまで来れたのよね。そうだぜ。経済状態が良ければ、反対派の活動も活発化はしない。経済の方も課題はあるの？まず、予算の30-40% が外国からの援助に依存しているんだ。低所得国が中所得国に上がっていくためには、援助を使って援助からの脱却を狙う。国内市場を大きくしたり、地域との統合も、まだまだ必要になるんだぜ。そうだよね。援助に頼って人だけ発展しても、その先が重要だよね。所得の格差とかはどうなの？ジニ係数だと 0.43 程度だ。ジニ係数は、完全な平等が0で、完全な不平等が1。0.4 を上回っている国は、一般に所得格差は大きい。でも 0.5 を超えている国もあるよね。そうだね。この地図も出しておこう。世界のジニ係数。色が濃い部分ほど格差が大きい。アフリカ南部や中南米は高いね。これまで何度も動画にしてきたところだが、国別で見ると格差自体に差がある。ルワンダもジニ係数が 0.5 を上回っていたんだが、少し落ち着いてきた。都市と地方の所得差を縮小するのは、国内を安定させるために必要なことだ。これからの課題だぜ。どんなところに力を入れていくの？教育とスキル開発へは、継続的に投資を行っていくだろう。この部分が実際の仕事につながって、若者の失業率が下がると、展望が広がる。デジタル経済も含めて、教育と就職がテーマになってくる。他には？東アフリカ共同体を通じた地域統合は、ルワンダにとって重要だ。IT と物流、両面でハブを目指している。周辺国も考えるよね。そうだぜ。ルワンダは教訓になっていく。明確なビジョンと、一貫した政策は重要だ。そして人材育成への投資も重要。短期的な稼ぎでは、低所得国から脱出できない。長期ビジョンがどうしても必要になる。日本人にとって、興味深いところはどこ？ルワンダの変革は、日本の戦後の経済復興や、シンガポールの発展と共通点が多いんだ。特に、清潔さや秩序、技術革新を重視する姿勢は、日本の価値観とも共通しているんだぜ。歴史的な傷からの回復というところも大切だよね。そこが最も重要な点かもしれないね。戦争や紛争からの回復において、明確な復興戦略を持つことの重要性が出ている。そうだね。時代は違っても歴史的な傷から復興する。こういうお話は希望が持てるよ。またどこかでルワンダに戻ってこよう。そうしましょう。さて、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。よろしければ、またお越しください。